ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりじじいぜ。やっくでカルチャー。どうしたんだ突然。マクロスでも見たのか？その通りぜ。正確にはセガサターンの超時空要塞マクロス愛覚えていますかを遊んでハマってもうたのぜ。そういえばセガサターンのゼータガンダムのコメントにマクロスは面白いですよって勧められてたわね。ということで無謀にもシューティングゲームが苦手なわしがハードモードでクリアを目指しながら、ゲームを紹介していくんぜ。それでは皆さんやむちゃでもたしなみながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノゲーム万それじゃあ G さんの無謀な挑戦お願いします。お任せておけ。それでは早速始めていくとするぞい。難易度はご覧の通りハードぜ。難易度のご褒美はエンディングの時に林民名人形が踊ってくれるとかそんなことらしい。ご褒美があるのね。でも何かご褒美がしょぼ。皆まで言うな。途中のムービーはやはり色々と著作権の都合上、日本ではブロックされていたりするので、残念ながらぼかしておくことにした。ムービーがすごい綺麗なのでぜひみんなに見てほしかったが、仕方ない。それでは早速始めるぞい。ムービー中は黙っておる。西暦1999年、地球に謎の巨大戦艦が落下した。地球外知的生命体の存在におののいた人類は、仮想敵に対抗し得る力を持つべく、この戦艦を修復、改造していった。10年の歳月を費やして完成した船は、SDF-1 と名付けられ、宇宙へと旅立とうとしていた。非常態勢発令未確認飛行物体多数第3次防衛ラインの突破南アタリア島に向け高速接近中スカル、エンゼル、アポロ各小隊は直ちに発進して SDF-1 を防護せよ。繰り返し SDF-1 を防護せよ。敵の戦闘機が出てくるぞ。油断するな。隊長、地上に突き上げる。なんだこいつは。さあ始まりました。超時空要塞マクロスハードモードぜ。始まったわねハードモード挑戦。G さんはシューティング苦手だから長丁場になりそうなんだぜ。長丁場となると実況する私たちも大変ね。気合を入れてお届けしていくぜ。今回から左側になんか出ているけど何なの？ステージとやられ回数ぜ。現在全11ステージのうちの何ステージかわかるように表示したんぜ。親切ゼロ。ドクロマークはやられ回数ぜ。このハードモードをノーコンティニューでクリアする姿をぜひともみんなに見てもらいたいんぜ。でも、もう半分くらいシールドを失っているじゃないの。画面の説明をする前にかなりやられ気味なんだぜ。慌てるな。まずはステージ1だし、ゆっくり落ち着いてゲームの説明をしていこうかの。超時空要塞マクロス愛覚えていますかは1997年6月にセガサターンで発売されたゲームじゃな。好評だったセガサターン版機動戦士ガンダムのシステムを受け継いだ、2.5D 横スクロールシューティングゲームとなっている。あのガンダムゲーの中でも最高な爽快感が味わえるサターンガンダムと同じシステムなのね。プレイヤーは主人公の一条スカルとなって戦闘機バルキリーを操り全10ステージのクリアを目指す。原作通りバルキリーはファイター、打撲、バトロイドの3形態に変形可能じゃ。バルキリーの変形ってなんかこううまく言えないけど、オタマジャクシからカエルに変態するみたいな感じよね。それはファンに怒られるぞ。だって最初は足だけ生えて、最後は手が生えてくるって。
まさにカエルよ。でもかっこいいんじゃ。さてさて、この3形態はそれぞれやられた。やられたわね。やられたぜ。何がノーコンティニューなんだか。ステージ1からこの低たらくは先が思いやられるわね。皆の者安心したまえ。コンティニューは無限じゃ。その辺は安心なのね。思う存分やられまくれるな。まあ、これが最初で最後のやられだと思うけどな。で、3形態にはそれぞれ特徴があってな。どんな特徴なの？ファイター形態は重力があるステージの場合でも重力の影響を受けない。ただ地面に触れるとダメージを受ける。あとガンポットのオートサーチ攻撃ができないという短所がある。打ウォークモードでは重力のあるステージの場合、重力の影響を受け緩やかに加工するんじゃ。ただ収益を押せば浮上する。また地面に接触してもダメージにはならない。そしてガンポットのオートサーチが使えるようになる。ガンポットのオートサーチって何？ A ボタンを押すとバルカンのような攻撃ができるんじゃが、この A ボタンを2回押すことで自動で敵をターゲットしてくれるようになるんじゃ。そしてバトロイドモードは重力の影響を受け地面に落ちる。ただ、ファイター、打ウォークモードと違いガンポットの攻撃が8方向へ可能となる。使いにくんじゃがな。正直、ステージで固定されない限り使うことはない形態じゃ。とわしは思う。そして攻撃方法。先ほども言ったように A ボタンでガンポットによる攻撃。バルカンみたいなやつじゃな。そして B ボタンを押すことで発射できるマイクロミサイル。これが機動戦士ガンダムと同じ B ボタンを押している間、敵をロックオンして離すと飛んでいく。ニュータイプ攻撃みたいな感じじゃな。若干使い方勝手が違うが、あと数の制限があるボンバーじゃな。武器選択で守備型と攻撃型みたいなのがあるが、わしは攻撃型にしておる。そして画面の見方じゃな。今指を指しているのがシールドじゃな。このゲージがなくなるとゲームオーバーじゃ。これがボンバーの残数。使っている分だけ使えるぞい。これがマイクロミサイルのメーターじゃ。赤い分がロックオンされている。こやつ画面外のよくわからん敵もロックオンしているので、すべて赤くなっていると画面内の敵はロックオンしてくれないので注意じゃな。これがガンポットのオートサーチゲージじゃ。このゲージがなくなるまでオートサーチ射撃が可能じゃ。最後にこれがマクロスの耐久度となっている。敵を逃がすと競ってしまい、一定以下になると補給が受けられなくなるんじゃ。ホワイトベースと同じね。それじゃ。というわけでステージ1のボスのところまでやってきたぞい。シールド半分になっているわね。この状態でボスとやり合えるのか？当たらなければどうということはない。強制的に打ウォークモードになったので、ここはボンバーでゴリ押しじゃ。ステージ1だけあって敵の攻撃も単調ね。こっちに突っ込んでくるだけか？あ、なんか弾も撃ってきたな。いや、終点部苦手なわしにとっては結構アップなんじゃ。シールド赤くなってるじゃないの。お、でも倒したみたいだぜ。やったのじゃステージ1トットなのじゃ。ギリギリ感すごいけど。デルタ1より全防衛隊に次ぐ。本艦はこれよりフォールド体制に入る。繰り返す。本艦はこれよりフォールド体制に入る。フォールド本気か？実はマクロスって見てなかったわしなんじゃが、フォールドって何？でかい！これが SDF1 マクロス。マクロスは超空間工法フォールドの失敗により冥王星軌道へと飛ばされてしまった。その中には異星人の攻撃を逃れて船内に逃げ込んだ多くの一般市民たちがいた。地球で生き別れた者たちと再び出会い大地に立つために、彼らはマクロスの中に町を作り地球を目指した。そんな中に一人のアイドルがいた。
デルタ1ユスカルエンゼルアポロ招待各機へ。コース修正 3OA ガス A15 30秒後に射程圏内に入り迎撃体系に移れ。スカルリーダーより各機へ。聞いての通りだ。これより迎撃フォーメーション17に移る。いいな。ロングレンジミサイルスタンバイ。喜ぶのはまだ早いぞ。相対速度を合わせ迎撃態勢に移る。戦機3回して加速に移れ。マクロスのタイトルや人員名が出てくるところは日本ではブロックされているので泣く泣くぼかしじゃ。あら残念ね。タイトルは見てもらいたかったわね。でもゲームの部分だけでも公開を許可してもらっているので感謝じゃな。さてステージ2じゃ。ステージ2といえばステージ1よりも難しくなって叱るべきなんじゃが、見たまえ、まだ無き。当たったな。変な自慢をしようとするからだぞ。そういうとこだぞじじい。さて、ここからはガウォークモードを活用していくんじゃ。マイクロミサイルとオートサーチ射撃で手前奥行きを気にせずに攻撃できるのは本当に便利じゃ。背景の逆スクロールがスピード感を増していていい感じだな。ガンダムと違って曲がオリジナルなのも良い点よね。適当アレンジじゃなくオリジナルなのは高評価だぜ。大呼吸部隊ありがたい。シールド半分くらいになっていたもんな。どんくらい回復できるんだろ。大フルまで回復したわね。敵を逃がすなってフォッカーさんに怒られているぜ。あの爆発の表現ってマクロスな感じだよな。あの爆発ってある意味マクロスのアイコン的な存在よね。マイクロミサイルの飛び方もうまくマクロスを表現していると思うんじゃ。板のサーカスね。あれが手書きのアニメーションって言うんだから、恐ろしいぜ。さあ補給物資を受け取ってステージ2のボスじゃな。なんと後ろから登場じゃ。オートサーチとマイクロミサイルで先制打撃じゃ。かなり先制打を与えたんじゃ。こちら側に来たらボンバーで一気に仕留めるんじゃ。好調な滑り出しね。一気に決めちゃって。なんか赤い弾撃ってきたぞ。破裂して8方向に弾を飛ばしているじゃない。厄介な攻撃じゃ。でも当たってないわね。奇跡じゃ。ボンバー使い切ってしまったんじゃ。なぜ落ちない。太いの撃ってきたぞ。しぶとい敵だわね。おうやった。ステージには一度もやられずにクリアしたんだぜ。どうじゃすごいじゃろ。さてこの奇跡がどこまで続くか見ものね。デルタ1より各機へ。エリア108に大型戦艦出現。こっちの敵はおとりか。Yacht? Zentron to Meltron. Yakってカルチャー。 Transformation. C-5 4, 3, 2, 1. Transform. デルタ1よりスカル11へ。あなたの担当は敵戦艦の迎撃のはずよ。速やかに持ち場に向かいなさい。敵機が侵入してるんだ。黙ってられるか。艦内に入って敵を撃破する。以上。ちょっと待ってよ。さてステージ3はマクロス内に侵入してきた敵を、
一条光が命令を無視して相当しに行くってところですね。銀民名が兄海軍とはぐれてしまい絶体絶命という状況に陥っているんじゃ。というムービーじゃ。見ている人はそれとなく思い出しながら見てくれると嬉しいわ。このステージは横スクロールだけじゃなく縦スクロールも登場する斬新なステージじゃ。ここじゃ。ここから縦スクロールになる。幅が狭くなってなんか難易度高そうね。ごちゃごちゃしてきた。縦スクロールになるだけで感覚が全然違う。それが敵でどれが味方かわからんのよ。さっきの黄色いのは味方？敵？シールド半分になってるわね。なんか回復期待できないから辛いわね。マクロス耐久度がないから回復はないんじゃろうな。しのぎじじい。あーシールドが赤くなったぞ。やばいんじゃ。早くステージ終わってくれ。終わりか？敵出てきたー。この雑魚だー。いや、勝てる、こいつ。ボンバー使っちゃった。使っちゃった。無意味だったな。どうやらマクロスが強行型に変形したらしいんじゃ。変形したら角度が変わってしもうたらしく、こんな画面に、脳がバブルぞい。早速シールドがゼロになったわね。やばい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 。もうステージ終わってお願い頼む。ツッコミ雑魚がー。いやこいつも硬いじゃないの。ボンバーで撃破じゃ。なんとか持ちこたえた？重力制御システム11番損傷。サブシステム作動不能。マクロスの閉鎖区画に飛び込んでしまったヒカルは救出した少女を見て驚く。林民明、憧れのアイドルであった。脱出不能のゼロ G 区画で2人の奇妙なキャンプ生活が始まる。民明は降って湧いた休息を楽しみ、ヒカルは戸惑いながらも胸を躍らせた。そんな中、ヒカルは話題になっている民明と共演俳優のラブロマンスの噂を持ち出した。すると民明はラブシーンなんて演技でできると笑うのだ。そしてねえヒカル、私ね、本当はあなたのことずっと好きだったの。愛してるって言って。でもそう、
私を愛してないのね。違うよ。好きだよ。本当に？本当だよ。嬉しい。閉鎖区画から何とか救出された光とミンミン。しかし2人を待ち受けていたのは芸能スキャンダルの集中攻撃だった。ゼントラーディのブリ隊はマクロスで男と女のマイクローンが共存している事実に驚愕した。ゼントラーディは男だけの種族で、女だけのメルトランディと交戦中だったのだ。ブリ隊から報告を受けたゴルグ・ボドルザー総司令は直ちにマクロスの捕獲を命じた。デルタ1より全防衛隊へ。未確認のエネルギー反応急速接近中。至急確認願います。おいヒカル、お前本当に民名ちゃんと何にもなかったのか？ほんととぼけちゃって。僕は一条先輩を信じてます。音出ました。ちょっとじいさん、ここまで1オツとかうまくいきすぎなんじゃないの？取れたかが心配になってくるぜ。わしも溢れるゲームセンスのせいで取れたかが気になってくるのぜ。終点軍だけと言ってもこの腕前、自分が恐ろしいぜ。いい感じでシールド減っているわね。このステージこそやられるんじゃないの？こういうのってやられないのを期待するんじゃないのか？じいさんにうまさは期待してないんだって。そうそう、どれだけ苦労したかを見たいんよね。もう好き勝手言いよってからに。こうなったら意地でもやられずにクリアするんぜ。でもシールドはもう赤くなっているぜ。空前の灯火ね。シールドゼロだ。もうすぐだぜ。いよいよやられるのね。意地でもやられないと言っていた直後にやられるのってどんな気持ち？補給部隊が発進したんじゃー。生き延びてやんー。持ちこたえたわね。でもまだだぜ。補給部隊が来たな。回復したわね。でもまだ半分しかシールドないぜ。心もとない状態ぜ。インセクト敵の弾のコンボはいやらしいわね。また補給物資が来るのか。助かるんじゃー。敵の攻撃が厳しいのぜ。とても強力なエネルギー反応を確認。おっしゃー、シールドフルじゃー。シールドゼロから持ちこたえたわね。やるなじいさん。ボスか？ボス来そうね。また後ろからぜ。オートサーチ射撃とマイクロミサイルの餌食ぜ。ピンクの弾は遅いから楽ね。ボンバー4発あるのは心強いぜ。なんかピンク弾を8方向に飛ばしているわね。でかいピンク弾も飛ばしてきたぜ。なんか攻撃が激しいんぜ。やっとできたぜ。しぶとかったわね。ステージ4もノーデスできたわね。実質ノーコンティニュー継続ぜ。こういうの背景に重ねたくなるな。なんか妙な静けさね。こういうのって嵐の前の。いや、クリアじゃないの？別のエネルギー反応？敵、大型戦艦、本艦に向けて急速接近中。なんだとこれよりピンポイントバリア使用によるアームドアタックを敢行します。スカル、エンゼル、アポロ小隊は直ちに帰還してアーマードバルキリーに活動願います。一応クリアなのか？全艦突入船スタンバイ。全艦突入船スタンバイ。総員、敵艦突入時の衝撃に備えよ。アームドアタック。
アームドアタックってかっこよく言ってるけど、かなりのゴリ押し戦法なんぜ。なんかカマキリの卵を連想させる光景ね。わらわらと出てくるぜ。スカル正体は敵艦動力源を破壊し、速やかに脱出せよ。目標は敵さんのど真ん中だ。気合い入れていけ。このステージはアーマードバルキリーなのでバトロイドモードのみで変形不可ぜ。と開発陣もバトロイドモードが不人気になるのを見越して、強制的に使わせるステージを用意したんじゃろうな。なんかマイクロミサイルの音が違うわね。弾数が16発と増えておる。シールドの減りも少ないぜ。装甲も強化されておるみたいで、わしの脳鉄を後押ししてくれているぜ。なんか来そうな気配。隊長機らしき反応補足。気をつけてください。聞こえるか光る。動力源はすぐ先だ。ポイントはお前が一番近い。任せたぞ。それでは先輩、また会いましょう。書き先ね。このピンパンネルみたいなのが厄介なんぜ。これが動力源らしい。何回かにもボスっぽい感じね。グロ系シューティングでおなじみな感じだな。おお、余裕で撃破しているわね。やばいな、シューティング得意なのかも。敵艦中枢撃破。速やかに退去してください。マスコミに追われて疲れた民兵は憂さ晴らしに光をデートに誘い出した。束の間の平和を時を忘れて楽しむ二人。そんな中で立ち寄った展望台で土星の美しさに目を見張る民兵。光は彼女のためにバルキリーによるスペシャルフライトを思いつく。隠れたって無駄です、民兵さん。すみません。ミンメ、早く戻るんだ。わかりました。帰ろう。やっば。大丈夫、僕に任して。いけねえ、こいつ訓練用だった。一条君、その機体では戦闘は無理よ。とにかくスピードで逃げ切って、こちらを援護を要請します。運命を連れ出したところをベントラーディ軍に見つかり捕まりそうになったんじゃ。一条光かつすぎる男じゃ。というか軍法会議で処刑されるんじゃないのか。普通は。
しかも訓練機だから攻撃もできないので逃げ切れってステージらしい。ああ、光る。また面倒かけやがって。先輩。だけどよくやった。男はそのぐらい積極的じゃなくちゃ女は物にはできん。先輩酔ってますバロー。酒が怖くて戦ができるかって。そこにフォッカー注意が来てくれたんぜ。あたた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 た。でも突っ張りはいらんですよ。神谷明さんだけども、フォッカー先輩は頼りになるぜ。やばいやばい。この鉄拳かキック仕掛けてくるんじゃ。中の人は蝶野さんなのかしら。なんかでかいの出てきたわよ。やばい流れね。ちょっとじいさんシールドが危ないわよ。一生懸命避けているんじゃ。脳庫転入ピンチ。板が光る。あらららら取り囲まれているわね。まずい。連れて行かれちゃったわ。ヒカルたちは早く演技するんだ。殺されるぞ。おお。キス。おお。メルトランの奇襲を受けて混乱するゼントラーディ艦内。その混乱に乗じて脱出したヒカルたちはバルキリーを奪取し脱出を試みるが、光る。出動するんだ。そうか失礼します。やっデカルちゃん。いて。ひってえな。さっさと発進しなさい。言われなくたって。ミンネを助けなくっちゃ。光る。ガンポットだ。持ってけ。攻撃集団をゲットしたんじゃ。この時一条光はゼントラーディをひるませるのに腹せに砂特殊をするわけじゃが、この場合は危機回避のためのキスなのでセーフじゃろう。ただ、この男の軽はずみな行動が結構どえらいことになっているのじゃが、自覚あるんじゃろうか。さてさてガンポットを手に入れたとはいえ攻撃力はかなり乏しい状態。マイクロミサイルとボンバー使えないのは厳しい。なんか出てきたわね。セリーヌ。女が出てきたんだぜ。これはゼントラーディと敵対しているという女軍団。
誰を相手にすればよいのかわからんのじゃ。ダメージ食らいまくってるわね。これはピンチじゃないのか？かなり、やばい。あ、落ちた。やられた。荷を詰めしてしまったな。ここきびいぞ。さあ、ノーダメージでやってきたのじゃ。お、これは期待できそうね。周囲の敵がいなくなったわよ。いけそうじゃ。ダルムレン・ケルマドラン、アホルレス・カルマドラン。リアンツマーカメリア・テレルケ・マドラス・デ・アルケス。追い払ったのじゃ。女だ。男と女が戦っている。今のうちに脱出だ。ホルトゲルツ、マイクラうわー先輩。来るな。民名を助けに行くんだ。光るよ。クローディアによろしくな。おっか先輩。いけないわ。少佐の死を無駄にしては。民兵さんには発信機を取り付けてあります。反応の方へ向かってください。全部お前のせいじゃと一条光る。余計に後ろから。あらま、まだ続くのね。やばいんじゃないの？シールドやばいな。おお、避ける避ける。じいさんいい集中力ね。なんとかしのいだ？その壁の向こうにいるはずよ。結局民名の救出に失敗。しかもホールドに巻き込まれて地球に飛ばされるんじゃ。これはポールドだわ。この缶がポールドしようとしている。民兵。あ、統合軍太平洋艦隊所属攻撃空母プロメテウス。まさか。ここが私たちの地球だなんて。
生存者を探すヒカルたちは海上に巨大な遺跡を発見した。それは太古に飛来した都市宇宙船の廃墟であった。通信機でマクロスと連絡を取る2人の前に現れる宇宙船の意志。それはジェントラーディたちと人類の祖先であるプロトカルチャーの戦いの歴史を語っていった。遺伝子操作で生み出した巨人たちに滅ぼされたプロトカルチャーは地球に逃げ延び、人類の目を残して死滅したのだ。誰もいない廃墟の町の誰もいない一軒の家で、食器だけを並べた偽りの晩餐に、ヒカルは軍人でなく、壊れそうなぐらいに純真なミサの心を見た。そしてヒカルとミサは互いの唇を重ねていた。その時、ミサの手にはプロトカルチャーたちの言葉で書かれた一枚のプレートが握られていた。ヒカルとミサはマクロスに帰還した。ミサからの地球全滅の報告にグローバル艦長は名目した。そしてヒカルはフォッカーの婚約者クローディアに悲しい知らせを告げたのだった。ロイは立派だった。はい。ありがとう。それで十分よ。敵の攻撃が急に厳しくなってきたんぜ。先ほどやられた金セナ、さっきの
悔しいです。やられた。連続やられきたな。この辺りから難易度がぐいっと上がってきたんじゃ。プロトカルチャー。おークリアしたんだぜ。これは一桁やられでクリアもあり得るんじゃないのか？メルトランディ軍はゼントラーディに先んじてプロトカルチャーの遺跡とマクロスを発見。ラプラミズ総司令は直ちに戦闘母艦を向かわせマクロス捕獲作戦を開始した。デルタマッシュ各地へ。本艦は敵艦の攻撃を受け航行不能。地球防衛に回れ。ステージ9までやってきたのぜ。後ろはさっきの二人ね。イチャイチャしてるんだぜ。補給物資食うけど珍しくノーダメージだわね。絶好調。こういう時に落とし穴ってあるんだぜ。結構ダメージもらったわね。後ろはまだイチャチャしてるぜ。とても強力なエネルギー反応を武器に注意してください。やばい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 。補給間に合わなかったな。いいペースで来てたのにな。とても強力なエネルギー反応を武器に注意してください。リベンジじゃ。
中波よ。たった補給じゃ。満タンになったわね。これで勝つる。ボスじゃ。弾幕が激しいボスじゃ。うわ満タンだったのにもうこんなに削られているわ。あれ？敵逃げた？いや、まだじゃ。どうしてミンネさん。じゃあやられたな。あの緑のレーザーはエグいわ。あの緑レーザーこっちがいるところに撃ってくるから、冷静に行けば回避できそうじゃ。今度こそ。さっきのところまで行けてないぞ。あれ？あっという間にやられ回数2桁突破しているわね。ここが地獄の一丁目か？緑レーザーまでやってきたな。冷静に行けば避けられるんじゃないのか。あれ？止まらないわね。止まらないな。1桁コンティニューでいけそうとか言ってたのが、20回いきそうだわね。完全にハマっているな。今度こそ行くんじゃ。この最初の形態は左上が安全地帯になっておる。これは大発見じゃった。そんな安全地帯があるのね。ほんとだ当たってない。良い感じで次のフェーズに行ったわね。どうして。あの緑レーザーを、冷静に、冷静パスタで避けるんだ。冷静パスタ、トマトのが好きだぜ。冷静に避けているな。アムロレイみたい。アムロ冷静。バカなこと言ってるから食らっているわよ。あばば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 ば。2回も被弾してピンチじゃないか。落ち着きなさい。敵の攻撃弱まっています。でも、次のフェーズに移行したぞい。こちらには最終奥義ボンバーがあるんじゃ。フライボンバー。見たかこの雑魚だわしに勝とうがなんて100万年払うんじゃ。いや、じいさん散々やられまくってたわよ。うっさい最後に立っていたものの勝ちなんじゃ。自己中な解釈なんだぜ。成功です。メルトラン、退却いたしました。お団地、このミーゾーンに民名が言っていたカーシが揃えばメルトランを降伏させられる。美しい。美しい。艦長、ゼントラーディ軍が和平交渉を申し入れています。和平交渉。
光の心変わりに衝撃を受けた民兵はその場を飛び出し失踪してしまう。そして歌を兵器としか考えなかったボドルザーが民兵の失踪を知った時、平和は歌方の夢と消えた。再び戦いの渦に巻き込まれたマクロスに第一級非常態勢を知らせる警報が鳴り響いた。光は走っていた。ある場所を目指して。何よそれ。なんで私があの人の見つけた歌を歌わなきゃいけないの？歌が未完成ではメルトランを屈服させることはできない。となれば全滅させる。所詮は短い平和でしかなかったか。目標、マクロス並びにラプラビズ艦隊、アルマ・ゼントラン・オルトガドラ。頑なに心を閉ざす民兵に戦いで命を落としていったフォッカーたちの果たせなかった夢のことを話し、君には歌があるじゃないかと告げる光。そのひたむきな思いは希望を失いかけていた民兵の心に再び光を灯し、君はまだ歌が歌えるじゃないか。ごめんね、光。どうかしてたわ、私。自分から好きでこの道選んだんだもんね。民兵。私、歌うわ。思いっきり。これは民兵の歌だ。不思議だ。この歌、ずっと昔に聞いたような気がする。なぜだ。わかりました。我々の遺伝子提供者たちのカール・チューンが呼び覚まされているのです。とにかく50万周期の時を超えて我々文化がよみがえるのだ。このね、君はまだ歌えるじゃないか、君には歌があるじゃないか発言。本当に最低ですよこれ。完全なお前よですわ。何勝手に民兵のやれること提示してるんですかね。こいつは、誰のせいで民兵が悲しんでいるんですかね。一条スカルを信じて戻ってきたらこの仕打ち。留守にしている間に女作っておいて、君には歌がある。あん、てめえ何ぶっこいてるんじゃ。春日。あ、なんかゼントラーディストが喋っていますが。うっさいこっちは一条スカルに腹渡見えくり返ってるんだわ。なんか援護してくれるって。知るか勝手に援護しとけ。いや、もう自分が他の女に走った理由を正当化したいのか。ほらほら君は歌っていれば幸せだよ僕いらないよね。てか、マジで太い。
君はまだ歌が歌えるでないかと言った時の運命の表情見たか？あれは完全にこいつダメだって気がついた顔してたぞ。そういうことね。あの女とそんなに付きたいんだって顔に見えて仕方ない。ああ、もうマジムカつくわ一条ヒカル。ちょっとじいさん暴走しすぎな。一条ヒカルファンが黙っていないぞ。こういうやつに限って俺は正直に言っちゃうタイプとか抜かすんだわ。正直に思ったことを伝えるから相手も理解してくれるんだよとかドヤ顔で言ってきちゃう。マジできちょい。ちょっとそれ身近にモデルがいるみたいな言い方になっているんだぜ。それは理解しているんじゃない。おめえを見限っただけなんだね。ということで一条ヒカル君は最低のクズだということが今作やってみて分かりました。わしはしっかりと原作を見たことがないので、このゲームが一条君の第一印象となるんですが、最悪ですわ。機会があったらちゃんとアニメも見たいところじゃな。というわけで実況に戻ります。まあ、かなりの長尺動画となっているから、ここまで見てくれている人は感謝でしかないんだけど、じいさんの言いたい放題がこんなところで出てきてごめんなさいとしか言えないぜ。まあじいさんは言いたいこと言えてスッキリしているみたいね。そりゃあれだけ言えばスッキリもするだろう。でも、実際に一条ヒカルの評価ってどんな感じなのかしらね。それは気になるな。よかったら皆さんの評価もコメントしてくれると嬉しいわね。皆さんの評価もしっかりと受け止めるんじゃ。さてステージ10は有名アタックを仕掛けたところゼントラージ、メルトラージ両軍とも味方となって、ゴルベイザを倒しに行く感じじゃな。ゴルベイザじゃないでしょ。ゴルボドルザーだろ。そうそれじゃ。なんだかんだで順調に来ているわね。とても強力なエネルギー反応を確認。注意してください。なんなのこれ。ジャミングで歌が妨害されているんじゃ。よくわからんのが無線は繋がっているんだけど歌だけ聞こえなくなっている。歌を妨害しているジャミングステーションを直ちに破壊して。一条注意。ジャミングステーションはエリア92にいます。特定周波数で流しているんじゃろうか？ならば周波数変えればよくね？とか思ったんじゃがどうなんじゃろ。この辺よくわからないわね。さてステージ10も後半戦じゃ。なんか敵味方入り乱れすぎて、どれが敵でどれが味方かわからなくなってきているんじゃ。ボスが来そうね。この赤いレーザーは X 軸が合うと直角に曲がってくる。特徴が分かれば対処は楽そうね。なんかすごい変形していますが。焦っている。よしターンに行こうぜ。だいぶ余力ある状態ね。今度は赤いレーザーが狙ってくるわね。こいつはさっきよりも対処しやすい。冷静パスタに上下移動で避けれるぜ。最初の方食らってたな。
よし赤レーザーパターンを無事抜けたぞい。パターン3、あれやられたわね。やられとるがね。完全に油断したんじゃ。赤レーザー抜けたら攻撃してこないと油断したもう大丈夫じゃ。完璧な攻略を見てもらおう。シールド半分になっているわね。完璧な攻略。勝てば完璧な攻略なんじゃ。お、ここは完璧にこなしたな。ここ油断しちゃダメよ。大丈夫じゃ。さてさて、わしにはボンバーが残っているんじゃ。なんかステージ中からは強化されているらしい。エフェクトがド派手ね。使い切るのじゃ。ちょこちょこダメージ受けててやばいな。能力が薄れてもう一息よ。撃破じゃー。また中央合わせしている。やりたくなるじゃろ。直ちに帰還してください。デルタ1より全軍に告ぐ。本艦はこれよりボドルザー艦に対し突入攻撃を開始する。各機フォーメーションを整え、民命サウンドの開始を待て。民命さん、もう一度お願いします。もちろん。民命サウンドスタンバイ。光、届いて届いて、私の歌。さて最後の民命アタックじゃ。民命作戦が終わる前にボドルザーを破壊して。いや、何度も歌えばいいんじゃないの？そういうことを言うな。このステージは最終ステージの並はじめ最強のステージとなっている。
ルザは歌に対しての抵抗力をつけてきてるわ。急いで。こういう背景が早く動くステージは苦手じゃ。ここは僕とミリアに任せ天才マックスが助けに来てくれたんじゃ。マックスは何に乗っているの？順調に来てるわね。いや、この先じゃ。この先に鬼門が存在する。あらそうなのね。ボンバーを惜しみなく使っているな。敵の攻撃が激しすぎるんじゃ。これじゃ、インファンメルじゃ。これがクソ厄介なんじゃ。ああ、ダメだった。惜しかったな。これなら結構すぐ行けそうじゃない？だと思うじゃろ。え？さっきより全然進んでないじゃないか。世の中そんなに甘くないんじゃよレイム君、マリサ君。なんで偉そうなのさ。再びインファンメル。大きなピンク玉が厄介ね。本当に邪魔。ボンバー使い切ったな。きすぎる。お、勝手にファイターモードになったってことは、ボスか？ラスボスか？シールド少ないね。勝てる未来が。マインドシーカーで鍛えたわしには勝利の未来しか見えてないぞい。最後はバトロイドモードに強制的になるのか。ボンバーがないのがキリー。やられてしまったな。厳しい。その後も、やられた。またやられた。ボスまで行けないな。ボスへの道のりが遠いな。インファンネルが、強すぎ。ボスにたどり着いた。でもシールドないわね。これは無理ゲーか？
無理でした。厳しいわね。ボンバー温存でなんとか行くんじゃ。ボンバー温存でシールドも余った状態でラスボスじゃ。これはじゃあ。ボンバーなくなったんじゃ。あら、強制没収なのね。実力で頑張れ。シールド余っているから頑張るんじゃ。やったぞー。ハードモード撃破じゃー。27回のやられだったわね。G さんにしては少ない方だと思うぜ。満足じゃ。それではエンディングでも眺めながら感想戦、コメント紹介といこうかのー。それじゃあ感想戦、G さんよろしく。セガサターンの機動戦士ガンダム、ゼータガンダム前後編をやった時、特にゼータガンダムの前編の時にコメントでたくさんの人が勧めてくれたゲームじゃったな。わしはマクロスは劇場版を中学生くらいの時にチロッと見たくらいで、内容は全く知らんかったんじゃがな。今作をやってみたくなったぞい。テレビ版と劇場版でキャラの設定とか内容が異なるようなので機会があれば両方見てみたいな。原作に興味が湧いたってことね。途中のストーリーパートが良かったってことかもな。そうじゃな、それほど置いてけぼりにならずにストーリーが理解できた感じじゃ。ただ原作を見ると感想が変わるかもしれんがな。そしてゲームの感想じゃ。システム的に成功したサターン版機動戦士ガンダムを踏襲しているだけあって、非常に爽快感があって楽しめたな。ゼータガンダムの時と違い変形もそれなりに活用できたのは良き点だと思うぞい。今回はマイクロミサイルのロックオンよりもオートサーチ射撃が爽快すぎた。あれは確かに気持ちよさそうね。無限に使えたらいいのにね。3回クリアするとオプションに無敵モードが解放されるんじゃが、オートサーチ射撃無限ってモードもあったらよかったと思うぞい。ああ、それはやってみたい。爽快すぎてノーシルでまくりそうだな。A ボタン押しっぱなしの快感じゃな。オプションの解放で思い出したがクリアするとムービーだけのモードや、ゲームだけのモードもあったりとそれなりに楽しめるな。まあ、キャラ的にはさっきも言ったが一条光がクソ無しすぎたな。って思ったんじゃがな。なんでガンダムダブルゼータじゃなくてマクロスに行っちゃったの？バンダイさん。このシステムでガンダムダブルゼータも遊びたかったな。ミサイルボットもあるじゃないガンダムダブルゼータには。ガンダムダブルゼータやりたい気持ちはよくわかる。ハマーン様と戦いたい。感想を一言にまとめるとじゃな。ガンダムダブルゼータがやりたくなる良い出来栄え。じゃな。なかなかの高評価ってことね。続いて神ゲーアンケートの結果ね。こうなったんじゃ。評価高いわね。前回がマインドシーカーだったから余計に。さて、それでは神ゲー指数はどうなった？それではアンケートの結果を数値化した神ゲー指数を発表するわね。こんな感じで係数を得票比率にかけて合計値を出します。このゲームの神ゲー指数は50超えてきたわね。
これはなかなか高い評価だぜ。やはりみんながおすすめしてくることはあるな。それではこれまでのランキング見ていくわよ。バルーンファイトに届かずか。でも堂々の2位よ。ちょっとクソゲーよりも方がバルーンファイトより多かったのが残念じゃったな。アンケート初期は圧倒的な1位になるかと思ったが、後半少し失速してしまった感じじゃ。しかし50点オーバーはすごいぞい。というわけで皆さんのコメントを紹介していくぞい。それではレイムさんお願いします。テリテリさんからのコメントです。劇場版を丁寧にゲーム化した神ゲーですね。マクロスゲームの最高峰の一つだと思います。スタッフも作品に愛を持って作ったって感じがしますね。名作アニメを正しくゲーム化した作品だと思います。そう思いませんか？ガンダム007ジナインジゴーフォーアースさん。正しいゲーム化ですな。ケツアボシャーにも見せてあげたい。逆にケツアボスタッフにマクロス実写ゲームを作ってもらいたい気もする。続いてウルフ注意さんから。これは私には少し難易度が高かったです。雰囲気は最高でしたがマクロスつながりで、いつか PC エンジンの永遠のラブソングもぜひお願いしますシミュレーションですが、デストロイド推しの私には、トマホークをユニットとして使えるなんて夢のようでした。コメントのリプにも書きましたが、両側ガヤに眠ってはいるんですよね。環境を整えたいとは思っているのでいつかは PC エンジン版のマクロスもやってみたいですね。次は銀狐さんからのコメント。トランスフォーメーション時に地面が垂直になって、車やマグロが落ちてくとこまで再現した変態芸褒め言葉川森監督が空母に泊まり込んで作った OP の発艦シーンや、細かく書き込まれたグラフィックには愛しか感じません。あの発艦シーンは鳥肌ものですよね。素晴らしい作画だと思います。色々と変態的な愛が注ぎ込まれているゲームだと実感しました。最後はホールド・デュダンさんです。確か唯一一条光がオリジナルキャストでやれたマクロスゲームだったと思う。そうですね。この後、声優の方は、ですね。そういう意味では貴重な作品だと思います。コメントは以上です。というわけで最後はエンディングを流してお別れじゃ。空にさえ憧れた私をいつでも守ってた愛に気づかず少しの愛のだけあなたにさよならしたら I love you この気持ちは何に変わるでしょうか瞳をそらせば全てが離れてしまう妻は永遠の光私をいざなう悲しい出来事はブルーに染めた心を鉄の絵の具で塗り替える思いのままにというわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。マクロス進めてくれた方本当にありがとうなのじゃ。またまた名作と出会うことができたぞい。シューティング苦手な G さんが投げなかったのも名作だったからね。
非常に楽しく挑戦できたぞい。さあ次は神ゲーかクソゲーか。どっちじゃろな。